いつもだったら結構ね、自分スタンス決まるんですけれども、ちょっとね、今回はどっちもね、いいとこあったり、苦手なとこあったり。最初思ってたのは、ガソリンが硬い足回り、ハイブリッドがね、柔らかい足回り、で、質は同じぐらいみたいにね、ちょっと思っていたんですけれども、乗ったらね、違いました。比較その1、得意な部分が異なります。シエンタのハイブリッドとガソリンを比較して印象を述べていきます。まず大きな部分でパワートレーンの違い以外で甲乙つけがたいような、もうほんと逆転したような長所短所を感じたという点です。具体的にはこんな感じ。これを一言で表すと、微振動に関する部分と前後左右の揺れに関する部分です。自分としては走りやすさでハイブリッドモデル、快適性でガソリンモデルというのがそうなるんですけれども、舗装の良い路面ではどちらも滑らかなシエンタだけに、どこを取って快適性と表現するか、もうね、これが一言では表現しきれません。単純に硬いとか柔らかいとかいう違いでしたら、それは簡単なんですけれども、得て増えてが見事に逆転してます。シエンタの場合ですね。でもこれが脳内比較するなら楽しすぎて、実際に買うなら悩ましすぎるのかなってね、思います。で今回比較している2台は、シエンタのハイブリッドとガソリンモデル。グレードはハイブリッドが最廉価グレードで、ガソリンが中間グレード。ハイブリッドの方はオプション装着でほぼ同等と言える内容になっていました。あと、オドメーターが示す走行距離。ハイブリッドが100キロで、ガソリンが1000キロ。もうどっちでもね、ほとんど新車です。それでね、今回また述べたいところの大部分がね、ショックアブソーバーに起因するであろう部分ですから、新車らしいギスギス感の影響を受けやすい部分。そうなんですけれども、それ承知の上で、とにかくこの状態でね、乗り比べた印象です。で、どっちもね、数百キロ走ったので、傾向は変わらない距離に達したと思われますが、もうすいません、5000キロぐらい走ったら、ガラッと印象を変える車もございますので、このあたりご了承ください。比較その2、乗り心地が異なります。まず前提として、ドカンとくるような衝撃はね、どっちも優しいです。で、その上で、より優しいのはガソリンモデルの方。サスペンションの少し動くぐらいのところがね、ふわっとしてるのはガソリンモデルの方です。で、もうちょっと細かく見ていくと、結構ね、違いがあります。先ほどの延長線上で、乗り心地で長所と感じられるのは、それぞれこうです。シエンタのハイブリッドモデルでは、揺すられ感が弱くて、路面のうねりや縁石ですとか、片輪ずつね、段差を越えるとき、そんな時にガソリンモデルより快適でした。ドライバーが左右に素早くハンドル操作した時も同様です。加えて、長時間乗車してもふわふわ感を受けにくかったのもハイブリッドの方です。でね、シエンタのガソリンモデルですと、路面からの微振動、ザラザラやゴロゴロが少なくて、状況によってはね、もう相当に滑らかでした。低速なら低速なほどに滑らかさを感じられて、エンジン停止するハイブリッド以上に滑らかとね、思う時も結構多かったです。で、比較すると、めちゃくちゃ良い路面ではハイブリッドの方が静かですし、古い路面ではどっちもどっち。でね、その中間っていうかね、最も多いであろう路面で、ガソリンモデルの方がゴロゴロを感じにくい。つまり割合的にこっちの方が滑らかと感じやすいんじゃないかなっていうのがね、印象です。あと、比較ということで、乗り心地での両者が苦手な面を挙げるにしても、前述の裏返し。ザラザラが目立ちやすいか、揺すられ感とふわふわ感が気になりやすいかとなります。比較その3、静粛性が異なります。静粛性も、乗り心地と一緒です。特別良い時はハイブリッドが優れると感じますし、それ以外ではガソリンモデルが優れると感じます。ほんとね、路面次第でザラザラっていうのがね、出るか出ないかでね、変わってきます。で、エンジンノイズに関してもね、こんな感じです。微振動に隠れるか、隠れなくて目立っちゃうか、そうなっちゃいますかね。でね、このエンジンルームからのね、ノイズに関しても、この影響が大きいです。これも読み物としての比較では、面白いですよねっていうところなんですけれども、停止中は別でね、走行中は今までの常識や先入観とはね、もう全然異なりました。あと、付け加えたいのは、両者ともにね、エンジンノイズはかなりシャットアウトされているということ。通常走行中は、もともとがね、静かです。比較その4、内装はほぼ一緒です。
メインメーターなど一部除き、内装はほぼ一緒。簡単に言えば、メーターとドライブモードの差といったところでしょうか。エネルギーフローや燃費情報といった差と、グレード X のみエアコンに差があります。2列シート仕様はもうどちらもラインナップがあります。質感や使い勝手は別動画で取り上げていますので、そちらご覧ください。シエンタの動画は内装動画プラス小さな長所短所、あと、ヘイトヨタに関する動画も用意していますので、結構力入れて動画作っています。比較その5、ハンドリングが異なります。率直に言って運転しやすいのはハイブリッドモデルでした。サスペンションの減衰力があるので、挙動は安定し、運転楽々、ぴょこぴょこもしにくいです。1人から2人乗車で前後バランスが良くて、シエンタの良さを味わえる部分だと思います。逆に神経使ったというのと楽しめたというのが同居するのがガソリンモデル。サスペンションが最初に動きやすくて、で、その後動きにくい領域があったと思ったら、それを超えるとまたぐらっと動く領域があります。運転していると、この辺かなって予想できるのですが、この境目をうまく処理すると快適なので、自分はこういったところに楽しみを感じる方です。多分少数派だと思います。シエンタのハンドリングが結構細かな操作に応答してくれるので、もう攻略してみたいなみたいな気持ちにさせてくれます。で、今これ録音していても運転したくなっちゃうのはこっちです。比較その6、試乗時の参考燃費です。残ってる写真でこのような燃費でした。ハイブリッドの時は90キロ走って 25.3 キロ。2人で乗車してエアコンつけてドライバーは2人。別のパターンですと76キロ走って 30.4 キロでした。ガソリンモデルで大雑把に同じような時、66.3 キロ走って 12.1 キロ。それから 17.3 キロ。その他は同じ道を同じ条件で走って燃費比較した動画があります。確かカタログ燃費よりも差がついた記憶があります。動画はすでに上げているか、これからアップします。比較その7、加速感が異なります。加速感はどちらも好印象です。それぞれの良さを感じる部分がありました。まずハイブリッドモデル。トヨタ式ハイブリッドでいつも感じるのは、どちらかといえば長く踏みっぱなしの時に伸び感を味わえます。でもシエンタですと踏んだ直後の力強さが好印象でした。加速感は、そうヤリスクロスのハイブリッドに似ていて、低速重視のタイプと思われます。それでまた加速重視のタイプって質感的な荒が目立ちにくいというのもあって印象いいです。続いてガソリンモデル。通常走行時に静かです。音質とか振動で言えば、それはご想像の通りなんですけれども、同じパワーユニットを搭載する他社より静かと感じます。で、テンション上がるのはここから。通常時に静かで、踏めば大きく盛り上がるボリュームレベル。このメリハリに、やっぱりガソリンモデルだぜってはしゃぎたくなっちゃいます。もうほんと、高回転が回るとか盛り上がるとか、そういうのはないんですけれども、むしろ荒っぽいんですけれども、この荒さに主張があって、病みつきになる系です。モードはノーマルモードです。じゃあ行きます。はい。じゃあ加速します。はい、全開です。元気いいですね。あと今普通に D レンジに入れただけなんですけれども、ステップ的に変速してたのがお分かりいただけたかと思います。あとちょっと細かな部分で、ブレーキの扱いやすさは、シエンタの場合ですと、ハイブリッドに分がありました。理由はホームページに記載しています。そうしましたらまとめです。じゃあちょっとまとめていきます。ガソリンとハイブリッドですと、お値段の差が中心グレードで、30万円ちょっと。で、燃費の差もそこにはありますけれども、値段の差あってちょっとシエンタに関してはハイブリッドの方が質が高いという印象です。それはサスペンションですね。それから静粛性か。で、それが、運転するとこ全般に関係してきて、ただ、パワートレインに関してガソリンの気持ちよさ捨てがたいですね。通常時は静かで、踏むと一気に音量を上げる。で、迫力のある音を響かせるといったところはガソリンモデルの魅力なんで、
試乗時はガソリンモデル乗ってその後にハイブリッド乗ってという順番でしたので、ガソリンモデルで感じたウィークポイントが消されていたハイブリッドモデルは印象が良かったです。でも落ち着いて考えると、ガソリンモデルが持つ滑らかさも捨てがたい。本当そう思います。比較した際にハイブリッドは、ここがウィークポイントだったのでね、悩ましい関係です。でもね、どっち選んでもよかった、正解だったと感じるときは必ずあると思います。で、こんなこと言っちゃうと本末転倒なんですけれども、逆に未練を感じるときもあるかもしれません。そんな時のために頭の片隅にでも置いておいたら役に立つかもしれないのがサスペンションスプリングとダンパーの関係です。自分がもしハイブリッドを選んだとすれば、数万キロ走って少しダンパーが弱まってきたら弱点が消えると信じて乗ります。逆にガソリンモデルだったら、少し強いダンパーへの交換を考えます。そしてガソリン代が安くなることを祈ります。ガソリン代は半分冗談ですが、もしハイブリッドで新車から1万キロ乗ったらガラッと印象が変わったみたいなお話ございましたら教えてください。すいません。あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。